Please welcome Akiko Nakajo, YouTube Japan。 皆様こんにちは。 YouTube 日本代表の中条明子です。本日はブランドキャストにご参加いただき誠にありがとうございます。みんなに届く、一人を動かす There is only one YouTube。 こちらをテーマに私からは YouTube の現在地とそして未来についてお話をいたします。まずは YouTube の現在地。 YouTube が日本でサービスを開始して17年、その進化はとどまることなく、人々の好奇心が多様性にあふれたクリエイティブな世界を作り出しています。ユーザー一人一人が自分の興味を追求し熱中できる場所、それこそが YouTube。 その体験を支えているのが多種多様なクリエイターです。日本で10万人以上の登録者のいるチャンネルがいくつあるか皆さんご存知でしょうか。実に1万1000チャンネル以上もあり、その数は今も増え続けています。クリエイターから生まれるありとあらゆるジャンルのコンテンツがマルチフォーマット、マルチデバイスで楽しまれるようになっており、 YouTube の世界はますます広がり続けています。この広がり続ける世界の中で、コンテンツがどのように視聴者の皆様に届き、一人一人の行動につながっているのでしょうか。オンリーワンな YouTube は幅広い世代に親しまれるサービスです。日本でのユーザー数は現在7370万人以上。 Z 世代の利用はもちろん、45歳から64歳の層においても同世代人口 79% 以上にご利用いただいています。 YouTube ではディープでニッチな自分だけの推し活もユーザーの共感を巻き込んで大きなトレンドに成長しています。例えば今年2024年といえばパリオリンピックが盛り上がりました。スーパープレーや勝負の結果だけが話題となったわけではありません。選手の日頃の練習風景や舞台裏の映像も多く視聴され、スポーツが持つ感動や興奮を世界中で共有することができました。他にも今年流行したものといえば、クリーピーナッツさんのブリンバンバンボン。2億回以上再生され、歌ってみた、踊ってみた動画も本当に大流行しました。そして今年の上半期だけで累計16億回以上再生されたムーブメントがあります。皆さんお分かりでしょうか。答えは猫ミームです。一人一人の日常も猫に語ってもらうことで6万件以上投稿される大きなムーブメントとなりました。また8番出口という地下鉄の通路のような空間から脱出を試みるというゲームも本当に話題になりました。任天堂スイッチのダウンロードランキングでは1位となり、その後も上位を維持しています。その大ヒットを後押ししたのが YouTube の実況動画です。スイカゲームに続き、実況動画を見て興味を持った人が購入をするという好循環が起きました。 YouTube は好きなクリエイターや自分の興味を発見し深められる場所です。予期していない新しい何かに出会える、自分の興味に深く浸かる、そしてその興味がやりたい、買いたいという行動に変わる、そんなサイクルを作ることができます。YouTube のある生活が当たり前になった今でも、そのサイクルを加速させている3つのトレンドがあります。それはショート、コネクテッドテレビ、そしてショッピングです。まずはショートについて。 YouTube ショートは2021年に日本でもサービスを開始しました。国内の1日あたりの視聴者数は現在も成長を続けており、2023年に比べ実に 20% 以上も伸びています。成長を続けた結果、
ショート動画を扱う動画配信サービスの中で1ヶ月あたりの利用率は YouTube ショートが第1位、他のプラットフォームを上回っています。13歳から24歳の Z 世代に限定すると YouTube ショートの利用率は 74% とさらに高くなります。今やショート動画、縦型動画といえば YouTube と言える成長を遂げているんです。ショートのトレンドはこの後のセッションでも詳しくお伝えいたします。続いてこちらも驚くべき成長を遂げたと言えるのがコネクテッドテレビです。2020年から2023年の3年間でテレビで YouTube を見た視聴時間は2倍以上に、さらにリビジオの調査によると2024年上半期においてコネクテッドテレビの1日あたりの視聴時間は YouTube が第1位となりました。コネクテッドテレビを通じて YouTube は他の動画プラットフォームや放送局よりも選ばれ視聴されるサービスへと成長しました。さてここからテレビ画面で人気のコンテンツをご紹介します。ワンピースの24時間365日にわたる全話の配信や日向坂46の46時間ライブ配信などより長尺化しています。再生数や視聴時間からも本当に盛り上がりを感じられます。テレビデバイスと相性のいい番組や映画といったコンテンツも続々と増えており、視聴も伸びています。またスポーツの分野では J リーグのテレビにおける総視聴時間が1年間で 68% も増加。ヒカキンさんのフランス旅行動画では視聴時間の 80% がテレビでの視聴となるほど、クリエイター自身の投稿はもちろんさまざまな制作者によるコンテンツのテレビでの YouTube の視聴が浸透しています。そして新たに注目したいのが YouTube から始まるショッピング体験です。動画を見て湧き起こるやりたい、そして買いたいという気持ちがシームレスに買い物の体験につながるよう YouTube はショッピング機能を強化しています。代表的な例として魚をさばいて調理をする動画で人気の気まぐれクックさんをご紹介しましょう。気まぐれクックさんは今年3月北海道で突然大量に取れたオオズワイガニを YouTube ショッピングを利用して販売されました。結果3万2000ケース、およそ66トンを完売。販路がなく困っている漁師の方々の力になりたい、この思いが視聴者にも伝わり、一人一人の行動に変わっていったのです。ショッピング機能は今年新たにプラットフォーム5社との試験運用を開始しました。今後もさらにパートナーシップを広げ、YouTube から始まる買い物体験を充実させていきます。ここまで YouTube の現在地を見てきました。続いては YouTube の未来についてお話をしましょう。 YouTube の未来、それは AI によって花開くクリエイティビティの新世界をサポートしていくことです。改めて YouTube の使命です。表現する場所をあらゆる人に提供し、その声を世界中に届けること。この使命を果たすべく、クリエイターの創造性を高めるために AI の活用に取り組んでいます。まずはこちらのデモをお聞きください。即興の歌声がサックスのソロに仕上がりました。これは Google の音楽生成モデルリリアを音楽業界の方々に提供をして楽曲を制作してもらった例です。日本ではユニバーサルミュージックや初音ミクの開発などで知られるクリプトンフューチャーメディアとともに、音楽における生成 AI の活用について議論を続けています。またアメリカでは
AI が生成した楽曲をショート動画に追加できる実験的な取り組みとしてドリームトラックをスタートしました。例えばチャーリー・プースをアーティストとして選ぶと、 Baby, we've got nothing in common, but I know that I'm what you've been wanting for so long now. このようにイメージに合った曲、歌詞、そして歌声でショート動画の BGM を作ってくれます。 AI は動画や画像にも活用されています。ショート動画の背景を生成できるドリームスクリーンには、まもなく Google ディープマインドの最も高性能な動画生成モデルである Veo が導入され、クリエイティブの可能性はさらに広がっていきます。そして YouTube では表現の自由を守るためにも AI を活用しています。偽の情報が含まれるものなどガイドラインに違反している動画を AI で検知し、2024年の4月から6月にはこのうちの 84% を早期の段階で削除しています。また生成 AI を使った投稿で、例えば実在の人物や場所だと誤解される可能性のある動画には生成 AI が使われたということを示すラベルの表示が必要になります。他にもガイドラインに基づいてなりすまし広告の取り締まりを行うなど、引き続きユーザーが安心して利用できる環境を整えてまいります。 YouTube は AI で開くクリエイティビティの未来に向け、大胆でそして責任のある取り組みを継続してまいります。ここまでは私からは YouTube の現在地と未来についてご紹介しました。続いては注目度がますます高まっているショート動画を使いこなすコツを内田信也さんに語っていただきます。まずは私の方から内田さんのご紹介です。電通でコピーライターとして活躍した後、2013年にヤフーでブランドマネジメント室室長に就任。ペイペイのネーミングや311のプロジェクトを担当。現在はスターミュージックエンターテインメントで取締役 CMO を務めていらっしゃいます。さらにマジシャンシンというお名前でマジシャンとしても活動しています。 YouTube では登録者数250万人、 SNS の合計では1000万人以上と活躍を続けていらっしゃいます。本日は内田さんにショート動画のノウハウを伺います。それでは内田さん、どうぞよろしくお願いいたします。